私これデビュー作で。まるちゃん。わあ、まるちゃん。やっぱり可愛い。目がつり上がってて口が下品で鼻がブサイクでやんすよ。ちょうどお前が立っているところにいたんだ。そうですね。よーい。As a gateway to Japanese animation, since our opening in 2023, we've hosted numerous exhibitions, events, and workshops, sharing the appeal of anime with visitors from both Japan and abroad. The emotion, the excitement, the future of animation. It all starts here. Anime Tokyo Station. アニメ東京ステーション秋祭り2025。本日司会を務めさせていただきます富永美奈です。今日は最後までよろしくお願いいたします。アニメをもっと面白く、アニメをずっと未来へなアニメ東京ステーションからこの秋祭りをお届けします。早速ですが本日のゲストをお呼びしましょう。まずは山口智博さんです。どうぞ。皆さんこんばんは。声優の山口智博です。新郎じゃないですよ。どうぞよろしくお願いいたします。素敵。人生で初の白タキシードをまさかこの機会に着るとは思っておりませんでした。初タキシードで嬉しいです、私も、もうびっくりです、早速なんですけれども、山口さんのご活躍を簡単にですがご紹介させてください。山口智博さん、東京都出身で、ドラゴンボール大魔、ピッコロ、そして全く最近の探偵ときたら、アスナロユ、最近やらせていただきました。チーティングクラフト、こちらがですね、諸葛無名という初めて私が主人公をやらせていただいたアニメ作品でございます。結構人外が多いですね。そうなんです。今日はたくさんお話を伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お二人目のゲストをご紹介しましょう。名塚香織さんです。どうぞ。こんばんは、名塚香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは名塚香織さんのプロフィールご紹介させていただきます。名塚香織さん、東京都出身、公共詩編、エウレカセブン、そしてワンピース、フィルム、レッド、歌、コードギアス、反逆のルルーシュ、ナナリ、もう挙げればキリがないほどたくさんの作品に出演されてますけれども、今日はアニメのお話などなどなどお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。アニメ東京ステーションは2周年を迎えるんですね。で、お祝いも兼ねてということでお二人にもご登場いただきました。本当におめでとうございます。ありがとうございます、で今日はそのアニメ東京ステーションの今までのこと、そしてこれからのことをお二人にも知っていただきたいなと思って楽しんでいただきたいです。何も勉強してこなかったですいいんですよ、普段は勉強家なんですね。普段は勉強するんですが、今回はあえてしなかったです。よかった、しなくてよかったです、さて今日のメニューを発表させていただきます、大好きアニメトーク、ロブロックスご紹介、アニメ東京周遊マップのご紹介、朗読劇嵐の夜に第3巻、ちょっと余談ですけど、私はお二人と別々の朗読劇でちょっとご共演させていただく機会があって、その時にこのお二人ならちょっと素敵な朗読劇になるんじゃないかなと思って、ありがとうございます。来ていただきました。ありがとうございます。大好きアニメトーク、温かい拍手、優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ声優になるきっかけになったアニメーション書いていただきました、書きました。まずは山口さんから、ちょっと上げるとキリがないんですが、こちらを抜粋させていただきました。じゃーん、歌われるもの、瀬戸の花嫁、機動戦士ガンダムシード、コードギアス、反逆のルルーシュ。もう名塚さんも出演されて、ありがとうございます。私が出てる作品も出てる、もう本当になんか大人になってからですね、私は声優という職業を意識したの。中学校、小学校、高校生をあまり見てなかったんですよ。で、大人になってこれをちゃんと一から見たら、アニメってすごく面白いってなりまして、
それからですね、毎日ワンクールを見るぐらいアニメをハマってしまいまして、でこの歌われるものっていう作品があるんですけども、こちらアニメだけじゃなくて、こう声優の皆さんがなんかいろんなお仕事もあって、キャラクターソングも歌ったりとか、そういったものもやっていたりとかして、声優さんって面白いって思って、もうアニメが止まらなくなった時に出会ってしまったのがコードギアス反逆のルルーシュでございまして、で R2 をちょうどリアルタイムでこれを見るがためにバイトを早く終わり、帰ってアニメを見るぐらいハマってしまったのがこのコードギアスですね。嬉しい。なのでここにいるのは名塚さんのおかげと言っても過言ではないはい、嬉しい。さて、はい名塚さんも教えてください。はい。私はこちらです。おじゃる丸。おじゃおじゃる丸。はい、実は私これデビュー作で、中学1年生の時にミュージカルに出てたんですけれども、その時に共演していた斉藤彩香ちゃんがもうすでにおじゃる丸に出られてて、それもあって大地昭太郎監督が舞台を見に来てくださったんですね。でその時にスカウトをしていただいて、おじゃる丸のオーディションを受けさせていただいて、ハムスターのキミちゃんっていう役と小石くんっていう役をやらせていただきまして、それがきっかけで大地さんから他の作品も呼んでいただいたりとか、大地さんが他の監督さんにも紹介してくださって、いつの間にか声優をやらせていただくようになったという感じです。もともとね、舞台の方をおやりになってて、そうですね。声のお仕事もやるようになって、そこはなんかかおりちゃん的にははい何も違和感なく、でもそれまで本当に私もなんかこうアニメーションはもちろん見ていて、特にそれこそちびまる子ちゃん、サザエさん、こち亀からの世界名作劇場の流れでもう毎週末見させてもらってたので、アニメーションは楽しんでいたんですけど、おじゃるで収録現場に行った時に、なんかこうやってアニメーションって作ってるんだって初めて知って、舞台とは全然違うけどすごく面白いと思って、ただ初めてのオンエアの時は下手くそすぎてもうテレビの前で家族全員でひっくり返ったんですよ。なんかと思って。でも自分の声ってやっぱり誰でも違和感はありますよね。はいみたいな。なんか皆さんもね、自分の声録音したりしてちょっと身に覚えあるかもですけど、なんか自分だけ変なの、自分だけ変そうです。他の人は素敵なの、はいあれみんなみたいですね。もう私なんかはもうずっとやってて慣れちゃいました自分の声に。最初の時は本当にびっくりして、よくこのままオンエアしていただけたなっていう。現場でね OK をいただいてはいるんですけど、はい本当に良かったのっていう気持ちででもなんかそういう話を聞くと、みんなそうなんだと思ってですねちょっと安心しますけど、はい、なんかそれもあって次使っていただいた時に、本当になんかこれは努力をして皆さんに一歩でも近づけるようにならなきゃと思って、そこからこう他の方々のお芝居とかをたくさん勉強させていただいて、今も続けさせていただいているので、本当に素敵なきっかけをいただいたなって思ってます。続いてはですね、ちょっと無茶ぶりをお二人にしまして、はい好きなキャラクターを絵に描いていただき、はいはいこんな難題をふっかけてしまいましたが、はい怖い。まずは名塚さんから。あれ私からあれこの順番はなぜかな。なぜだろうはい、名塚さんからお願いします。私が好きなキャラはこちらです。あ伝わるかな。あ、わかる？答えていいですか。はい、セーラーマーキュリー。正解。やった。すごい。かわいい。すごい上手ですね。いやもう本当に小学生の時にセーラームーン見てて、私はマーキュリーが一番好きで、みんなでセーラームーンごっこすると必ずマーキュリーを自分の好きな役をできてましたか。はい、やってましたね。私も姉と妹がいるので、はいセーラームーンはやっぱ見てました。本そうなんだ。私のファーストキスの相手はヴィーナスです。テレビ越しにこうやってチューをしてしまいました。恐縮です。可愛いもんね、ビーナスもね。そんな思い出もありますね。では続いて、山口さはい、んに、いきます。こちらです。じゃん。なんで笑ったの？なんだこの笑い。これですよ。わかりますよね。あ、ほら分かってる方いらっしゃいますよ。これはあれだな。共に生きよう。そうです。もののけ姫のアシタカとヤックルでございます。
こっちはい。なんだ遅れての拍手。私もののけ姫も大好きで、もののけ姫のモノマネをよくやっていました。どんな風に？ここでやるんですか？そんな大丈夫なんですか？なんかいろいろダメかなと思って。大丈夫ですよ。ダメだったら配信しないだけですから。我が名は明日かとかってやってました。あ、いいですね。恥ずかしいな。大丈夫だよ。せーの。3どこだー？ありがとうございます。やってました。でその明日からやってる松田洋次さんとかも舞台ご一緒させていただいたりとかしたことがあって、非常になんか嬉しかったですね。なるほど、はい、でもお二人とも、とてもイラストがお上手です。本当に思ってますか？思ってます、思ってます、優しい思ってます。打ち合わせの時に突然こういうねアイデアを出して、嫌がらないなとは思ってたんですよ。喜んでくださるかな。いや本当に貴重な二人のイラストを見れてありがとうございます。ありがとうございます。さて、私たちの大先輩の方からメッセージを今回いただきましたので見てみたいと思います。それでは VTR よろしくお願いします。アニメ東京ステーションの秋祭り開催おめでとうございます。オープンから2年、お客様は22万人を突破。この調子で盛り上げていきましょう。日本のアニメの魅力は東京から世界へ。やるな東京都、頑張れよ動画協会。来年もそう言えるように応援してますよ。野沢雅子でした。うわー、まこさんからやるな東京都いいですね。かっこいい。ね、頑張れ動画協会って言葉が毎年こう胸に刺さります。なんかもうまこさんぐらいしか言えないんじゃないかみたいな。でこちらがパワーをもらっちゃうよういやな、本当に頑張らねば、はいと思ったりしますけれども、はアニメ東京ステーション、海外からのお客様も本当にたくさんいらっしゃってます。そしてこの施設ではコミュニケーターという外国人に対応した館内の案内スタッフを配置したりですね、セミナーやワークショップ、いろんなユニークな企画を展開しています。そのナビゲーターをしています並木のり子さんを今日はお迎えしました。はい。並木のり子さん、どうぞ。はーい。並木のり子です。よろしくお願いします。毎月行われています一緒にアニメ鑑賞会ナビゲーターを務めさせていただいております。アニメの魅力をお客様と一緒に満喫し、その素晴らしさをお伝えしています。今日はアニメ東京ステーションの魅力をさらにお伝えしていきたいと思います。まずはこちらをどうぞ。Embark on an anime adventure with Roblox. The lobby captures the essence of Anime Tokyo Station, the platform where your anime journey begins. Get the latest info on exhibitions, screenings, and events at Anime Tokyo Station. It's updated regularly, so be sure that board is available for fans to write messages. Share your thoughts and fan theories freely, and connect over a shared love for anime. Game highlights. Rediscover anime through sounds and words in this interactive adventure. Anime Otodama. Step into a themed world set in 1917 Asakusa. The dawn of Japanese animation. A world where sound has vanished. Meet and speak with the manager by the stairs and bring sound back. Collect Otodama, charged with the spirit of Japanese words and sound. Obstacle course, Anime Obby. Race through anime-themed obstacle courses. Each theme brings a new course. Jump, leap, evade, fall, and instantly respawn. The adventure is never-ending. Compete with friends to the finish. The more Otodama you collect, the more sound and words return to the city. Experience the excitement of Anime Tokyo Station on Roblox. Discover what's on. Connect with fellow fans. Enjoy games. Step into a world where you're the star. はい、ありがとうございます。
ロブロックスっていうのは、はい、ユーザーがゲームを制作公開し、他のユーザーが作った様々なゲームをプレイできるオンラインプラットフォーム、1日で1億人近くが楽しんでいるそうですね。その中の一つにアニメ東京ステーションがあるということですね。ワールドがあるみたいな感じなんですね。そうなんです。こちらのフロアが再現されていまして、お客様同士の交流も可能な上に、アニメ音玉のようなオリジナルゲームがお楽しみいただけるということになっています。ちなみにアニメ音玉の音声には私も参加していますので、ぜひお楽しみいただければと思います。さらに昨日11月3日から新ゲームアニメスキル TGC が誕生しました。何でしょうこちらは。アニメができるまでの制作工程をカードを集めながら楽しく学べるという内容を目指したものになっています。メタバースの世界だからこそ、もう一つのアニメ東京ステーションで世界中の人たちと交流していただけたらと思います。次にご紹介したいのはこちらです。アニメ東京ステーションでも配布しています東京都が発行しているアニメ東京周遊マップが2025年から26年版として新しくなりましたというまとめてくページからださってるんですね。そうのアニメのページを山口さんで言うと、どこエリアを見てみたいとかありますか？もう立川とかもうドンピシャですね。私立川で育ったんですけれども、それこそ本当このとある科学のシリーズはアニメ見てて立川だって思いました。自分の知ってるところが、知ってる立川が映ってたのでびっくりしましたね。池袋になります、ここはもちろんアニメ東京ステーションがありますので、ここですね。ここです、まさにここでございます。中央千代田区になりますね。私博品館劇場によく行くので、本当にキャラクターのグッズがたくさんあって面白いんですよね。6回7回ぐらいまでありますよね。そうなの、もう見切れないぐらい、何かこう子供のプレゼントに迷った時はここみたいな感じはありますね。そして多摩地域ですね、私はもう多摩は詳しいですからね、もうジブリ美術館も行きましたし、サンリオピューロランドはもう子供の頃行ってますし、あともうネズミ男が横になっていたりとか、なかなか鬼太郎な街になってますね。ね、皆さんもね、こう行ったところをこう丸していくと、私意外と行ってるんだみたいなね、なんか巡るっていうのがね、楽しいですよね。さらにアニメを作る力、未来へつなぐ9つのレッスンという特別講座は11月29日の土曜日に開催になっております。参加者応募制となりますので、ぜひチェックしてみてください。並木のりこでした。ありがとうございました。ありがとうございました。のりこちゃん、ありがとうございます。いろいろ分かりましたね。11月29日開催は何だろう。今からテストを行います。いよいよこの後私たち3人で朗読劇嵐の夜にをお届けするんですけれども、嵐の夜にの原作者の木村雄一先生がいらっしゃいます。どうぞステージの方にお願いいたします。拍手でお迎えください。毎回朗読劇をご覧いただいてるんですけれども、アニメ東京ステーション2周年ということでメッセージをお願いします。日本の文化の中心というか、いろんなものが日本には奈良とか京都とかいっぱいありますが、日本で誇れるのはアニメと漫画ですよね。その中心がここだったという。ありがとうございます、アニメの東京のステーションとしてこれからも頑張っていきたいと思います、続いてはフォトセッションを行います。スペシャルゲストをもう一方、ちびまる子ちゃんです。まるちゃんに会えるなんてでしょ。まるちゃん拍手でお迎えください。まるちゃん、やっぱり可愛い。まるちゃんだ。まるちゃん、こっち来て。あなたは18時から、私は18時半から。はい、ではフォトセッションちょっとお待ちくださいね。
嵐の夜には木村雄一さん原作の絵本シリーズです。発行部数は380万部を突破する大人気作品。これまでアニメ化をはじめ多くのメディア展開が行われ、日本だけでなく海外にも幅広い愛読者を持っています。一巻嵐の夜にでは、嵐の夜に雨風をしのぐため小屋へ逃げ込んだ狼とヤギが出会います。真っ暗でお互いの姿は見えませんでしたが、たくさん話をしてすっかり意気投合。別れ際に合言葉を決め、翌日また会う約束をしました。そして2巻ある晴れた日にでは、再会した2匹がお互い相手が狼とヤギだったことに気づきます。それでも仲良しのままお弁当を持って岩山へ出かけました。けれど途中、狼がお弁当を落としてしまい、空腹のまま歩くことに。ヤギは狼の大好物。それでも狼はぐっとこらえ、今度いつ会うすとまた会う約束を交わしたのでした。そして今日は第3巻雲の切れ間にをお届けします。ヤギ役は名塚佳織さん、ヤギの友達を山口智博さん、そして狼と語りを私富永美奈が務めます。雲の切れ間に、作木村雄一。雲の切れ間からようやく午後の太陽が顔を出した。ポプラ並木が一斉に影を落とし、道端の緑が鮮やかに浮かび上がる。メイ、どこに行くんだい？太ったヤギが丘を登るヤギに聞いた。いやそよそよ峠に。あの辺りは時々狼の出るところじゃないか。はい、でも友達と約束してて。ああ、そうか。でも気をつけなよ。あそこで狼の昼飯にされたやつがいるんだからね。大丈夫ですよ、タプ。太ったヤギの名前はタプと言った。メイのそののんきなところが心配なんだよ。はいはい、気をつけて行ってきますよ。メイはタプに笑ってみせると丘を登り始めた。年上のタプは小さい時から何かとメイをかばってくれてきた。心配そうなタプの眼差しを背中に感じながら、メイはそよそよ峠に急いだ。そよそよ峠でメイと待ち合わせをしている友達とは、なんとその狼だった。やあ、どうもお待たせしちゃって。いやー、おいらもたった今来たところでやんすよ。狼がちょっぴり照れて笑う。途中で友達に会っちゃいましてね。メイはのんき者だから心配だって言われて。あ、私の名前メイって言うんですよ。へえ、メイでやんすか。そりゃあなんともヤギらしいお名前で、おいらはガブって言いやす。おお、そりゃ強そうな名前だ。でもなんか変ですよね。今頃お互いの名前を言い合うなんて。ほんと、
この間の晴れた日にも一緒にピクニックに行ったでやんすのにね。それでね、その友達が狼には気をつけろって言うんですよ。今からその狼に会うなんてとても言えませんでしたよ。おいらも同じでやす。ヤギと友達だなんて、絶対に仲間には言えないでやんすよ。私たちだけの秘密ですよね。メイが声を潜めて言うと、ガブが恥ずかしそうに笑う。そんな言い方すると、おいら、ドキドキしちゃいやすよ。なんか、おしっこしたくなっちゃった。ちょっくら失礼して。ガブがそそくさと裏の林に入っていった。その時だ。タプが坂道を登ってこっちにやってくるじゃないか。どうしたのタプ？メイが慌てて駆け寄ると、いや、いとせ、お前のさ、ってね。タプははぁはぁと言って何を言っているかわからなかった。おいやじゃんね。おいにゃ、おいし、おい。大丈夫タプ？狼に昼飯にされたってやつはちょうどお前が立っているところにいたんだ。そこで思ったんだが、友達を待つなら茂みに隠れて待った方がいいぞ。わかったよタプ。その通りにするよ。それじゃあありがとう。くれぐれも気をつけるんだぞ。タプが帰るのとガブが林から現れたのが同時だった。お待たせでやんす。ガブはニコニコと笑っている。どうやら何も気づいていない。今ね、すごくいいものを見つけたでやんすよ。ガブが目を輝かせて話し始める。そこを少し登ったところにね、岩の間からキラキラと綺麗な水が湧いてたでやんすよ。それってこの辺では胃薬の泉って呼ばれている水ですよ。とっても体にいいんです。体に？そう、美味しい上にすごく食欲が出るんです。食欲ならオイラはいつだって。ヤギの2、3頭はペロリと言いかけて、ガブは慌てて口を押さえた。その時、メイは思わず目を見張った。ガブの肩越しにまた坂道を登ってくるタプの姿が見えたからだ。ねえ、その水、一緒に飲みに行きません？メイが慌ててガブを誘う。それじゃあ、用意ドンで行けすか。そうですね。よーい、ドン！メイの掛け声にガブは一気に林の中に駆け出した。メイもすぐに後を追いかける。林の手前でちらりと振り向いたその瞬間、メイ、ダメだよ、そんなとこにいちゃ。タプと目が合ってしまったのだ。仕方なくメイが立ち止まる。茂みに隠れていろって言ったじゃないか。もし近くに恐ろしい狼がいたらどうするんだよ。いませんよ。近くに狼なんて。メイ、俺はね、お前のそういうのんきなところがすごく心配なんだ。メイは今にもガブが遅いじゃねえですかと林から飛び出してきやしないかハラハラする。いいかい？もし狼がこの林から飛び出してきたら大変なことになるんだよ。はい、全くその通りです。そんなことになったらと思うだけで俺は胸が痛くなるんだ。そうそう、実は大事なことを言いに来たんだ。さっき茂みに隠れろって言ったけど、あそこの金木犀の木の下の茂みがいいぞ。金木犀は特別匂いが強いだろ。だからヤギの匂いも隠してくれるってわけだ。はいはい、すぐにそうしますから、タプも気をつけてくださいね。メイがその茂みに入るのを見届けると、
やっとタプは満足して峠を降り始めた。メイがほっとため息をついて振り向いたとき、遅いじゃねえですか。ガブが林から戻ってきた。いやー、冷たくて何とも言えない口当たりでやんしたよ。一人でガブガブ飲んじまったでやんす。で、どうしたんでやんす？おいらずーっと待ってたんすよ。ごめん、今友達に会っちゃって。友達？あ、そういえば太っててすっごくうまそうな、いや気の良さそうなヤギが走ってるのを私見かけやしたよ。そう、その太めのヤギが私の友達と言いかけて、メイは息を飲んだ。タプがまた戻ってくるのが見えたからだ。ガブ、早くこっちに。メイはガブの手をつかむと茂みの中に引っ張り込んだ。やあメイ、ちゃんと茂みに入ってるね。タプがもう目の前に来ている。どうしよう。メイが振り向くと、ガブは大きなホウノキの葉を頭からかぶり、後ろ向きに座っている。おや、お友達もいらっしゃったようで。タプがそう言ったとき、あたりが急に薄暗くなる。厚い雲が太陽に差し掛かったのだ。茂みの中のガブの姿ももうぼんやりとしか見えない。俺はメイの友達でタプって言います。タプも茂みの中に入ってくる。おいらもメイの友達でキャプって言いやす。ガブが一生懸命に身を縮め鼻をつまんで答えている。メイとは小さい頃からの付き合いでね。こいつってすごくのんき者でしょ。一緒にいるとなんだかほっとするんですよね。おいらも同じでやす。そうそう、大事なことを教えに来たんだ。君たちしばらくここに隠れていないと危ないぞ。あの林の中にちらりと狼の姿が見えたんだ。わかった、ありがとうタプ。いや、もうこの近くに来てるのかもしれない。どうもさっきから狼の匂いがするんだ。メイ、ちょっと様子を見てくれないか。タプに言われてメイは仕方なく茂みの端に行く。しかし後ろの2匹が気になってしょうがない。やれやれ、さっきからこの峠を行ったり来たりしててね、さすがの俺も疲れちゃいましたよ。はあ、どっこいしょと伸ばしたタプの太い足がガブの鼻先に置かれる。グー、ガブの腹が鳴る。その音を聞いてメイはハッとした。そういえばガブはさっき胃薬の泉の水をたらふく飲んだんだっけ。それにしてもひどいやつらですよね。後ろ向きのガブにタプは声をかける。はー、狼ですよ、狼。あいつらいつも俺たちヤギばかり狙ってさ。まあうまいんだから仕方ねえっす。グー。え、いや、恨むくらいひどいっす。グー。でしょ。生きるためとはいえ追いかけてくる時の恐ろしい顔と言ったら。そりゃおいらも食いたい気持ちでいっぱいでやんすから。グー。は？いや、おいらも悔しい気持ちでいっぱいでやんす。グー。でしょ。だからメイともよく話してるんですよ。あんなやついない方がいいって。グー。さっきからグーグーと変な音が聞こえるな。タプが不思議そうに茂みの外を見回した。
そもそも俺はあの狼の顔が嫌いでね。目はつり上がってて、口が下品で、鼻は不細工で、とても同じ動物とは思えないですよね。はははは。メイがそーっと様子を見ると、ガブが引きつった顔で拳を握りしめている。あんなやつと仲良くしたいやつなんて誰もいませんよね。後ろからタプを睨みつけていたガブはついに立ち上がった。そして鋭い牙をきらめかせ、恐ろしい口を大きく開けた。危ない！メイは思わずタプの体に覆いかぶさった。おいメイ、どうしたんだ急に。そんなメイの姿を見て、ガブはうおーんと一声吠えた。ガブは泣きながら林の中に飛び込んでいった。うおー！すぐ近くで聞こえた狼の声にタプは一目散に逃げ出した。タプの姿が峠から消えたのを見届けると、メイも林に飛び込んだ。ヒマラヤ杉の根元にガブがポツンと佇んでいる。やっと私たちだけになりましたね。メイが駆け寄ると、ガブはくるりと背中を向けた。どうしたんです？だって、やっぱり、あんたらから見たら、おいらってひどいやつなんすよね。どうせおいら、目がつり上がってて口が下品で鼻が不細工でやんすよ。そんなこといくらこうして会ってても、どうしようもないことなんすよね。だから私たち秘密の友達なんじゃないですか。秘密の友達？なんかそれってドキドキする言葉っすよね。じゃあおいらたちまた会えるでやんすか？もちろんですよ。おいらが狼でも？そっちこそ私のようなヤギでも？もちろんっすよ。だって秘密の友達でやんすから。もう日が暮れてきましたよ。ほんとだ。もう帰る時間でやんすね。さようなら秘密の友達。さよなら。雲の切れ間から顔を出した夕日が2匹を照らし出した。夕日の中を何度も何度も振り返りながら帰っていくガブを、メイはいつまでも手を振って見送った。峠を駆け下りてきたタプが振り向いて驚きの声を上げた。まさかあのメイが。タプは2匹を見てこう思った。メイが拳を振り上げて狼が逃げていく。ははは、狼のやつ悔しそうに何度も振り返ってら。メイのやつすごいやつだったんだ。やがてガブの姿が山陰に消えた。パーカッション三谷明和さんでした。今
しましたね。ほっとしました。はい、ほっとしました。ドキドキもうだっやっぱりて先生が目の前にいらっしゃる。そうなんですこんなによね。緊張するシチュエーションはなかなかないですよそうでね。すね。先生に再びちょっとステージに上がってきていただきましょう。木村雄一先生です。拍手でお迎えください。お疲れ様でした。ありがとうありがとうごございます。ざいました。いやー素晴らしかったですね。あ、富永さんのガブがすごかったですありがとうね。ございます。1巻2巻はちょっとガブはやってなくて、どうしてもメイちゃんを名塚さんにやっていただきたくて、そしてタプは本当になんか優しいお兄さんで、また来たみたいな、なんかやっぱりこのお話のちょっとキーパーソンだったので、山口さんにお願いしたいなと思って。本当にね結構笑えて。ありがとうございます。そう、ちらっと見ちゃいました、私先生の。先生の笑い声が聞こえてそう、あ、よかった。ちょっとほっとしました。ちらっと見ちゃいました。ありがとうございます。この3巻目で名前を知るんですよね。そうです。なので1巻目の時は名前が決まってなかったんですか。そうなんですね。実は、はい、2匹になったんで、ヤギが。はい、ヤギが2匹になったからで区別しなきゃいけないんで。名前つけなきゃって思って。はそうい。だ。ヤギだからメイとか本当に何も考えない。ヤギらしいお名前でっていうことですね。はい引き続き演じさせていただきたいと思っておりますので、はい今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。ありがとうございました。アニメ東京ステーションの秋祭りいかがでしたでしょうか。ゲストのお二人にたっぷり頑張っていただきました。最後にメッセージをお願いします。名塚かおりさん。はい、そうですね。本当に今日こうして皆さんと一緒にですね、アニメについてたくさんお話ができてすごく楽しかったです。これからもですね、アニメーションもっともっと私もたくさん、素敵な作品を作って世界中に届けていけたらなと思っておりますので、引き続きアニメを皆さん応援していただけたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。名塚かおりさんでした。それでは山口さんお願いします。私自身がこう声優を目指す前から活躍されていた先輩方と朗読を、しかも原作の先生がいらっしゃる目の前でやらせていただく機会をいただいて本当にありがたかったですし、この自分のこの話とかがもしこれからこうアニメの業界を目指している方とかに何か少しでも力になれたらとか勇気を持てたらなんて思いながら今日立たせていただきました。これからもアニメを盛り上げられたら嬉しく思います。本日はありがとうございました。山口智博さんでした。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。